に置いていたピアノをリビングにお引っ越ししたことと、子どもたちのおもちゃなどの片付けの様子を動画にしてみました。今までは子どもたちのスペースにしている和室にこんな感じで電子ピアノを置いていたんですが、末っ子の娘が来年度から小学校に入学するので、この部屋をもう少し広く使いたくてピアノをリビングにお引っ越しさせることにしました。リビングダイニングの窓際、ほぼ中心にあたる場所にピアノを置くことにしました。こちらはコルグ LP180 88鍵の電子ピアノです。シンプルな見た目でとてもコンパクトなので、アパートでも場所を取らずに置くことができてとても助かっています。5歳の娘は今年の春からピアノを習い始めました。私の実家がピアノと歌の教室なので、娘はおばあちゃんに毎週ピアノを教わっています。とっても楽しそうに通ってくれているので、私も嬉しいです。11歳で5年生の長女は小学校2年生の時からピアノを習っています。本当につい最近まで可愛く片手で弾いていたように思うんですが、いつの間にかこんなに上手にいろんな曲を弾けるようになっていて、いつもその成長に驚かされます。お姉ちゃんがこんな風にかっこよく弾いていると、いつも妹が覗きに来ます。一緒に楽しそうに弾いている姿を見ると、可愛くて本当に癒されます。ピアノをこの場所に移動させてから、今までよりピアノを弾くことがみんな増えたように思います。目に入るところにピアノがあると、つい座りたくなるみたいで、練習する時間も増えて、2人ともとっても上手になっています。夜寝る前の時間、せっせとピアノを弾いている娘です。難しいけどとっても楽しいみたい。8歳の息子もやってきました。ピアノは習っていないんですが、音楽は大好きなので弾くのはとっても楽しいみたいです。こうやって子供たちがピアノを弾いている音や弾いている姿が、私や旦那さんがよく聞けて見えるようになったことも、今回の模様替えですごく良かったなと思えるところです。次の日の朝、やっぱりピアノの前にいる娘です。お姉ちゃんも呼んできて楽しそう。本当にこのピアノの移動は大成功でした。私も幼い頃から母にピアノと歌を習っていたので、一応ピアノは弾けるんですが、なんせ譜読みが遅くて、母の弾く手を盗み見て、弾く音を盗み聞いてコピーして弾いていたという邪道の習い手です。お母さんごめんね。来年の春から小学校1年生になる娘に、待望のピカピカのランドセルが届きました。カラーは最初はピンクにするというので、ずっとそのつもりでいろいろなカタログを取り寄せていたんですが、このカーキ色のランドセルを見た瞬間、やっぱりこれにすると娘が叫んだので、本当にびっくりしました。その後も何度もピンクじゃなくていいんと確認したんですが、絶対これと揺るがなかったので、こちらに決めました。土屋カバンさんのランドセルデコプレミアム、カラーはプリズムカーキです。心豊かな未来でありますように。なんだかランドセルが小さくなったみたい。そんな風に感じる卒業式の日まで背中からずっと見守っています。
梱包もこんな風にとっても丁寧にされていて、箱に素敵なメッセージが入っていたり、細かい気遣いがたくさんでした。大切な娘の新しいスタートを応援してくれているようで、母親の私までとても嬉しくなりました。保育園や幼稚園から小学校1年生に上がるこの時は、親子にとってとても大きな変化のタイミングだなと感じます。ママやパパの送り迎えなしで自分の足で学校まで歩いていくんだな、こんなに大きなランドセルを背負って一生懸命歩くんだなと想像すると、それだけでなんだかジーンとしてしまいます。この嬉しいような寂しいような、何とも言えない気持ちを味わうのはもう私は3度目になるんですが、やっぱり毎回しんみりしてしまいます。娘の成長と新しいスタート、ドキドキ、不安、ワクワク、きっとたくさんの気持ちが娘の中にあるんだと思います。ママがいい、ママがいいと、特にママっ子の3番目なので、私の方が子離れに苦労しそうだななんて今からちょっぴり不安なんですが、ママも一緒に新しいスタート頑張るからね。ずーっと味方だし全力で応援するよ。一緒に頑張ろうね。楽しもうね。とっても大切そうにランドセルを部屋に持っていきます。ということで、今日はここからはこの和室の子どもたちのスペースを本格的に片付けていきます。来年新1年生になる娘のお勉強スペースを4月までに作っていきたいので、少しずつ今部屋の使い方を考えているんですが、その準備としてまずは片付けをしていきたいと思います。投げ込み収納に使っている3つの大きなバスケットをまずは整理していきます。とにかくこんな感じでまずは全部を出して分けていく作業です。しばらく私がチェックしていなかった間にかなりバラエティに富んだ内容になっていました。この投げ込み収納はとりあえず入れるということができてとても便利なんですが、決めたスペースや袋などに入れて整理してから入れないと本当にぐちゃぐちゃになってしまいます。子どもたちもきちんと分けて入れてくれる時もあるんですが、やっぱりめんどくさくなっちゃうみたいで、元あった位置にしまわずにとりあえずこのバスケットに入れてしまうので、定期的に中をチェックして整理する必要があります。全部外に散らかっていることを考えたら、まあここに入れているだけいいのかなとは思うんですが、欲を言うと整理してから入れてほしいものです。朝ごはんの係を旦那さんが交代してくれてからは、毎朝私が掃除ができるようになって、それはとっても嬉しいんですが、毎日家の中のほこりを払ってから掃除機をかけていくとき、この子供たちのスペースに物が多すぎて、もう汚い、やだと叫びながら毎朝掃除をしていました。それを見かねた旦那さんが、今日からママがお掃除が楽になるように、みんな朝ごはんの後の時間は自分の机の周りのお片付けタイムにしようと最高の提案をしてくれました。忘れてしまう日ももちろんあるんですが、習慣になってくると子どもたちもとりあえずその時間はさっとでもいいから、適当でもいいから片付けをするという動きになっていきました。それを毎日続けると本当に少しずつきれいになっていって、私が汚いと叫びながら掃除機をかけることも本当に少なくなりました。旦那さんに大大大感謝です。
片付けの習慣をつけるのはとっても大切なことだと思うんですが、大人でもなかなか難しいですよね。でもこうやって整理してきれいになると本当に気持ちが良くて、びっくりするほどすっきりするので、その気持ちよさを子どもたちも感じてくれたらいいなと思います。自分にとって気持ちよければきっと自然に続いてくれるはず。投げ込み収納のバスケットの中身です。ここはぬいぐるみたち、小さな子たちはサボさんのポーチにみんな一緒に入っています。こちらはお人形ごっこで使うアイテムたち。メルちゃんにリカちゃん、トイレに洗濯機にアイロン、ごっこ遊びに使うアイテムたちがたくさんです。ここはその他の大きめのおもちゃ。細かいものは IKEA の袋に入れてから収納をしています。では次はこちらのおもちゃ収納に取り掛かります。 IKEA のトロファストというシェルフです。このゾーンはおままごとシリーズ。少しずつ減らしたりして整理はしているんですが、可愛くて気に入っているものがたくさんなので、なかなか私も手放すことができません。このブリオのキッチンも11歳の長女が1歳のお誕生日の時に買ったものです。5歳の妹も一緒に使ってとっても気に入っています。この木製のお茶セットもいつだかのクリスマスプレゼント。お皿やお鍋、トレイなどもここに一緒に入れていきます。ごっこ遊びの時に欠かせないエプロンもここにしまいます。エプロン姿になって3人で一緒におままごとをしているのを見ると、可愛くて面白くてとっても癒されます。ここでちょっとお片付けは一旦休憩。小学生2人が使っているラックが去年の秋ぐらいに一部壊れてしまいました。当時1歳だった甥っ子が引き出しを謎の方向にすごい力で引っ張ってしまい破壊するという事件が起こり、みんなでびっくりして私も叫びました。いいよいいよと言ってそのままにしてしまっていたので、この機会になんとか復活させたいと思います。見事に2人分のシェルフが壊れてしまっているので、頑張って今日は2人分直していきたいと思います。このアパートに引っ越してきたのが約1年半前になるんですが、その時に購入した家具などの組み立てはほぼ私一人でやりました。旦那さんは当時はまだ東京にいて離れて暮らしていたので、住む場所やこういった家具などの準備を私が一人でする必要がありました。なので引っ越しまでの期間に子供たちを連れてアパートにやってきては毎日のように家具を組み立てる日々でした。すごく大変だったんですが、だんだん慣れてきて手際も良くなっていきました。当時の私はきっと大抵のものは組み立てられるんじゃないかなと思うほど組み立てのプロになっていたような気がします。ベッドや大きなシェルフを組み立てるときは妹や妹の旦那さんも手伝ってくれて、家の中のあらゆるものを組み立てていきました。今でも思い出すととても懐かしいです。本当に大変でしたが、その時の達成感は忘れられません。旦那さんには毎日のように今日はこんなことしたよ、あれ組み立てたよというような
頑張った報告をして、たくさんありがとうを言ってもらいました。一緒に暮らせることが楽しみで、私も子供たちもとても頑張りました。最初はこの引き出しはもうなしにするつもりで取り除いていたんですが、まだ一つずつは使えたので、壊れてしまった引き出しは取り除いて、まだ使える方を上の段に移動させて使うことにしました。去年自分で組み立てているので、作業をしているうちに少しずつそういえばこうだったと手順を思い出してきています。よし、できた。あとは引き出しが落ちないようにストッパーをつけていきます。無事に完成しました。いい感じ。よし、あともう一踏ん張り。片付け再開です。下の IKEA のシェルフをさっきまで片付けていた途中だったんですが、上に置いてあるバスケットが気になって先に手を出してしまいました。実のところ今日はここまで全部を片付ける予定ではありませんでした。投げ込み収納にしている3つの大きなバスケットだけでもやってみるかというくらいの気持ちでスタートをしました。でもこういうのってやり始めると止められないんですよね。皆さんもそんな経験はありませんか？黙々と無心で片付けをしていきます。この IKEA のトロファストも投げ込み収納に近い形なので、こんな風に袋などに分けてから入れないと結構中が散らかってしまいます。大まかにでもいいので仲間分けをして、それぞれ袋に分けてから収納すると少しすっきりします。これこんなところにあったんだというものや、なんだこれというものまで次々といろんなものが出てきます。見つからなかった絵合わせカードのジャッカルを発見しました。この間娘と遊んだ時にないねととても残念そうにしていたので、教えてあげたらきっと喜ぶはず。よーし、なんだか終わりが近づいてきた雰囲気です。やっぱり片付けって気持ちがいいです。この片付けの終わりかけの感覚が私はすごく好きなんですが、皆さんはどうですか？綺麗になるととっても嬉しいです。そしてたまに思い出に浸る時間もあります。これも片付けあるあるですね。ここは先ほどのおままごとシリーズ。ここは息子の大好きな動物のフィギュアたち。大人が見てもとっても可愛いです。そしていろいろな種類の積み木も袋に入れて入っています。このスペースも息子の車のおもちゃやトーマスたちが収納してあります。懐かしいです。これはごっこ遊びで使う帽子たち、ポケモンのスタンプも入っています。
こも片付けたい気持ちになってきました。娘とおしゃべりしながらこのスペースも片付けていきます。もうやり始めると手が止まりません。たくさんお話ししてくれてとっても可愛いんですが、話を聞きながら片付けていると頭が混乱してきます。でもとっても可愛いです。よし、ラストスパート。このスペースも無事に完了です。右側はこまごましたおもちゃやフィギュアたち、真ん中はプリキュアやプリンセスのアイテムたちが本当にたくさん。左側はトランプやUNO、百人一首や絵合わせカードなどなどカード類がたくさん入っています。ということで、予定外にもこの部屋のおもちゃを全部片付けることができました。かなりすっきりして達成感がすごいです。この後ゴミステーションに旦那さんが行く予定があると言っていたので、ちょうど間に合いました。ここからまた娘の小学校入学の時期に向けて少しずつ部屋を変化させていくつもりですが、とりあえずは部屋がすっきりして壊れていたシェルフも直すことができたので、今日は大満足です。疲れた。ぬいぐるみたちを洗濯してから旦那さんと一緒にゴミステーションへ向かいます。一つ前の動画で使ったフロアタイルの段ボールたちも今日一緒に捨てに行きます。旦那さんがたくさんのゴミたちを運んでくれています。こんなに捨てるものがぎゅうぎゅうです。チャットがすごいさ、だってその営業の人が旦那さんが財布を忘れてしまったみたいで、一回家に帰ってきました。私も人のことは全然言えないんですが、2人してかなり抜けています。もう一回出発。海や山がすぐ近くにある自然に囲まれたこの景色が私たちの日常です。それは本当に贅沢で幸せなことだなと感じます。こういう何気ない日常が、家族と暮らす毎日が本当に大切で当たり前ではなくて大事にしたいなと思います。ゴミステーションに着きました。無事に段ボールやたくさんのゴミたちとお別れです。いつも忙しいお仕事の合間で家のことを率先してやってくれる旦那さん、本当に助かっています。いつもありがとう。たくさん片付けをして頑張った後のこ
このお天気と景色はご褒美みたいでした。途中からは運転手交代。私は10年以上ペーパードライバーだったこともあり、運転は本当に得意な方ではないんですが、最近は少しずつ慣れてきて楽しく感じるようになってきました。何事も経験、練習が大切ですね。子供たちの成長、家族の暮らし、それは少しずつ変化していくもので、みんなで一緒に心地よく、そして楽しく過ごしていきたいなと思います。ピアノのお引っ越しと娘のランドセル、子供部屋の片付けの様子を今日はお届けしました。今回も少し長めの動画になりましたが、楽しんでいただけたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。